はい、皆さんこんにちは、ゆりこです。皆さん、今日が何の日かご存知ですか？今日は11月26日、明日は11月27日、11月の第3木曜日です。私はね、本当にアメリカのサンクスギビングとクリスマスを体験してみたかったんですが、残念ながら今年も体験することはできなさそうでした。アメリカ人の彼と一緒に今日はサンクスギビングの、食べ物を日本で作っていきたいと思います。2日間に分けてね作っていきたいと思うので、まずはね、下準備からやっていきたいと思います。今回作るものは、ローストチキン、ターキーがね日本では、ゲットできないのでローストチキン、それから中の、スタッフと呼ばれているものたち、ちょっと私はどんなものか想像できないんですけど、スタッフ、それからパンプキンパイ、オートミールで作るパンプキンパイ、それからマッシュポテトを作っていきたいと思います。あとはクランベリーソース、はい、作っていこう。さて、皆さんご存知だとは思いますが、アメリカのサンクスギビングについて簡単に説明させてください。アメリカ人の皆さんにね、日本人の私が説明するのはちょっと変ですけど、アメリカの祝日であるサンクスギビングは毎年11月の第3木曜日に祝われます。収穫や日々の恵みに感謝を捧げる日であり、家族や友人と集まって七面鳥などの料理を共にします。その起源となった出来事は1621年のことを、イギリスからアメリカに渡った開拓者ピルグリムたちが先住民の助けを借りて初めての収穫を祝い、宴会を開催したことが起源と言われています。伝統的な食事としては丸焼きの七面鳥、そしてスタッフではなくスタッフィングですね。それからマッシュポテト、クランベリーソース、デザートにはパンプキンパイが人気だそうです。日々の生活の中にある小さな幸せや家族、友人とのつながりに感謝をする機会だそうです。日本でね、そういったイベントってあるかなって考えたんですけど、多分お正月のイベントが、そういう感じなんじゃないかなって思いました。家族みんなでね、集まって来年の抱負を語ったりとか、前の年のね、大変だったこととか、楽しかったことっていうのを家族にシェアする機会っていうのは、日本人にとってはお正月なんじゃないかなと思います。そんなね、アメリカの大事なね、イベントだと思うんですけど、私はね、いつかね、それを本場のアメリカで経験してみたいなって思っているんですね。でも今は日本にいるので、日本でサンクスギビングのご飯を作っているというのが、簡単な今の状況の説明です。私は今パンプキンパイのためのかぼちゃを、下茹でをした後に、ベイクしていきます。私の家族は実はグルテンフリーなので、小麦粉があんまり食べられません。なので今回はね、オートミールでパンプキンパイのタルトの生地を作っていきます。実はアメリカに住んでいて、日本人の、友人の方がいるんですけど、その方から聞いた情報によると、アメリカのパンプキンパイは死ぬほど美味しくないということでした。なんか甘くないし、すごい水っぽくて全然美味しくないというね、噂を聞いたんですね。でも多分日本で作るかぼちゃのパンプキンパイなら美味しいに違いないと、その人が言っていたのは結構面白かったです。アメリカのパンプキンパイ、そんなまずいなんてちょっとね、想像できないですけどね。なんか美味しくないパンプキンっていうのがあんま想像できないので、いつかね、本当にアメリカで美味しくないパンプキンパイを食べてみたいなと思います。はい、今オートミールを粉砕しています。今回ね、生地を作る上で3段階のレベルのオートミールを作っていきます。
一つ目は完璧に粉砕したオートミール。そしてもう一つは粉砕しないオートミール。そしてその中間のね、ちょっと粉砕したオートミールというのを使っていきたいと思います。結構ね、衝撃だったのが、なんかお菓子作りとかってすごい、繊細で、きっちりね、測ったりしないといけないのかなっていうイメージが私の中にどうしてもあったんですね。でも結構アメリカの人って多分、個人差はあると思うんですけど、なんか自分のレシピを作るのが好きというか、なんかオリジナルのメニューを持っているというかね、日本人って多分すごい完璧主義だから、既製品みたいなものを作らなきゃいけないっていう強迫観念が多分あると思うんですけど、アメリカのスタイルの料理ってもうちょっと自由で、その人その人の個性があっていいよねっていう考え方が、なんか根本的に日本人の料理と海外の人の料理で違うんじゃないかなって思いました。そうやって考えると、よく考えたら、私、家族でね、昔ハワイに行ったことがあるんですね。その時、多分、1月1日からね、1月6日までハワイに行ったんですけど、ホテルのね、レストランしか空いてなかったんです。その、ハワイのね、近くの地元のレストランとかってほとんどシェフがいなくて、お店が空いてなかったんですけど、なのでね、毎回ホテルで夕食を食べていました。そしてね、衝撃だったのが、2日間連続で同じレストランに行って、同じ料理を注文したんですね。多分それはチキンのグリルみたいな、そんな感じのメニューだったんですけど、そのチキンのグリルがね、前の日食べたものとね、全然違うものが出てきたんですね。ソースの味がね、根本的に違って、昨日食べたのと全然違うけど、大丈夫そうっていう、ちょっとね、それが正直な日本人の意見としてありました。家族もみんなびっくりしちゃってね。多分日本だったら、昨日出てきたものと完璧に同じものがね、出てくることを想定すると思うんですけど、海外だと確かにシェフによってね、好みとかも違うし、ある程度ね、使ってる食材、チキンの形とかは一緒なんですよ。でもその味付けが違うっていうね、ところに私たちは結構びっくりしたんですけど、だからやっぱそういうのって文化の違いなのかなって、今回ね、アメリカ人の彼と一緒に料理をしてすごい思いました。多分そう、日本だとやっぱりね、切り干し大根とかひじきとかそういう食べ物って誰が作っても同じ味なんですね。多分醤油大さじ2、みりん大さじ2、酒大さじ1とか、その決まった配合があって、アレンジっていうのはあんまりね、一般的じゃないですね。これって結構ね、文化の違いなんじゃないかなって気づいたのが、今回すごい大きかったです。でも、それって多分、いろんなことに共通していて、アメリカってみんな違ってみんないいっていうそういう精神があると思うんですけど、日本はどっちかというと、集団主義で、ただ一つのね、正解があるっていうふうに考えるのが、やっぱり文化のね、根本的な違いなんじゃないかなって思います。このすりつぶしたものに、黒砂糖をね、合わせているんですけど、なんとね、砂糖が、黒糖で作ったせいで、簡単にね、溶けないっていうね、問題にぶち当たりました。なので今、このザルを使って砂糖を粉砕していっています。なんでかわからないけど、子供の時にお菓子を作るのをよく失敗したんですね。
それにはいろいろな理由があったんですけど、多分オーブンの、使い方がわからなかったとか、ちょっとしたね、いろんな原因があったと思うんですけど、基本的にね、お菓子をね、うまく作れたことがありません。なので、ちょっとね、私は多分、そういうレシピアレルギーみたいなところがちょっとあって、お菓子に対して特に、なんかきっちり測らないと失敗しちゃうんじゃないか、みたいな、そういうね、強迫観念があるような気がします。多分、もちろん、フランスのね、お菓子とか、シュークリームとか、そういう多分レベルの高いものを作るってなったら、多分、きっちりね、守っていくべきだと思うんですけど、こういうね、アメリカの料理を作る上ではね、もしかしたらレシピをね、完璧に守る必要はないのかもしれません。すごいディスってごめんなさい。でも、本当にアメリカのスタイルの料理大好きです。はい、こちらは丸鶏ですね。だいたい20ドルかな。それぐらいの値段で買った鶏肉になっています。今回ちょっと時間がなかったこともあり、鶏肉をね、開いた形で焼いていきます。はい、パンプキンパイが焼けました。すごいね、シナモンとかスパイスの香りがしてめちゃくちゃ美味しい匂いです。でこのベリーのソースとマッシュポテト。そしてこれはスタッフィングですね。スタッフじゃなくてスタッフィングですね。はい。本当にね、ターキーって私たち食べたことないんですけど、ターキーじゃなくてもね、丸鶏でも本当に美味しそうでした。こちらが焼き上がった丸鶏。美味しそう。初めてのね、サンクスギビング、本当に楽しかったです。そしてね、アメリカの伝統でみんながどんなことに感謝をしているかっていうのをね、シェアするっていうね、話を聞いて、そういうのもなんか素敵だなーってすごい思いました。いつかね、本当にアメリカでサンクスギビングの経験をしてみたいなーとね、一層ね、私の気持ちは強くなったんですけど、でもこうやって日本で経験できてとっても楽しかったです。皆さんはどんなサンクスギビングをお過ごしですか？ぜひね、皆さんが感謝していることとか、どんなね、一日を過ごしたのかっていうのをね、シェアしてもらえたら嬉しいです。今日もね、動画を最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。